こんな感じ。ねえ。はい、どうもガンガンチャンネルです。皆さんこんにちは。こんにちは。今日もいい天気でございます。ね、超いい天気じゃん。ね、以前作ったこの背景で初になります。やっと活用できたね。ね、苦労した甲斐があったね。もうちょっと早く気づけば他の車もね、いい景色でご紹介できたと思ってたんだけどね。ほぼ紹介し終わってるからね。し終わってるからね。それは置いといて、はい、今日はですね、また我が家の愛車にまた1台加わりました。お、こちらです。スズキスカイウェーブ650トライクはい、やばいでございます。いやー、パッて見るとすごいよね。何これ。やば。昔北斗の拳っていう漫画、私の世代だと皆さんご存知だと思いますけど、聖帝サウザーね。聖帝サウザー。そう、サウザーっていうキャラがいたんですけどね、その乗り物のベース車両みたいな感じだよね。三輪なんだ。確かね、三輪だった。子供ながらにすげえ乗り物乗ってるなって思ってました。うん、はい、はい、じゃあ細かく見ていきますかね。はい。これ見るからにこれでかいんですけどね、うん、全長が 2m79 で幅が 1m54。 1m54 って言えば軽自動車並みだよね。そうだよね。まだ来て間もないからそんなに私も乗ってないんですけどね、うん、細い道とかのすれ違いにね、結構慣れなきゃ怖いんじゃないかと思う。いや、怖いよこれ。乗ってる人がこの真ん中に乗ってるわけで、そこからこの幅が 1m54 うん、あるわけですから、で自分が乗ってるところは幅が狭いからね、だからここの感覚を分かってないとね、両方、うん、そうだよね。だけど前オーナーさんは吸った後ないんでね、うん上手に乗ってたんだけどね。そうだね。でこれがスズキのスカイウェーブ650というオートマのバイクね、はい。をベースに作ってるんですが、ああ、なるほど。このフロントフェースかっこいいですよね。ね、この車が来るってなってネットでいろいろ調べてたんですけどね、うん。これ自体はトライクのこれオプションなのかな。もっとこうでっかいヘッドライトなんですよ。ああ、そうなんだ。そう、これだいぶこのシュッと宇宙人顔になってるけど、ねうん、グレーだね。グレーで、このダクト、お、すげえ、何これ、そう初めて見た。こんな。これかっこいいね。これでフロントタイヤ、これバイクのサイズだからあんま詳しくないですけど、120の 70R15 というサイズです。この流れるようなラインのままずっと後ろに行って、でここ買った時に前オーナーさんがもうどこかのチームに入ってたみたいなんですよね、チーム。トライクの。うん。でここにもううわーっとステッカーだらけで剥がすと大変でした。へへその前オーナーさんの個人情報が結構貼ってあったからね。なるほど。名前とかね。そうなんだ。へえ。トランク類はこことあとこの下こうね。ね、ここ2箇所。やっぱトランク収納あればちょっと遠出するにもいいよね。うん、ありがたやだね。ありがたいです。で見てください、後ろのテール、なんとも悪い感じだよね。ねえ。これスカイウェーブの純正のテールランプですね。なんか斜めにちょっとなっててかっこいいね。かっこいいよね、これシューッとなって、いかにも悪そうな感じだよね。悪い。はい、じゃあこれ上の収納、収納って言ってていいのかな。収納。グローブボックス。お、はい、こんな感じです。いいね。はい、これが後ろのトランク。おお、まあまあ広いね。まあまあ広いよね。トライクジャパン。トライクジャパン。まあまあ入りますよね。うん、いい感じだよ。で、これがアンテナですけど、ラジオ類ついてないので、これ、ね、もしかしたらダミーなのかなと思ったり。長っ。で、こっち来ていただいて、これが後ろのタイヤです。これは車と一緒だよね。車のタイヤ。あ、本当だ。165の60の14。ちょっとこの中見てください。中見て。中。これエンジンと奥にね、チェーンで駆動してるんですよ。へえ。だからこれはデフというものがないんですね。ないとどうなの？同じ回転のまま曲がっていくとはい。いうことなので、ゆっくり曲がっていかないと危ないですから。あ、ゆっくり行けば大丈夫ってこと？ゆっくり行けば大丈夫。なるほどね。絶対曲がるわけじゃないけどね。このスムースにシューッと曲がれないっていう。なるほど。だからちょっとコツいりますね。慣れるまでにね。でここが皆さんちょっとなんだこれと思った人もいると思うんですけど、で給油口のドアがほらこのここが壊れちゃってんです。純正プラスチックのね、ここにこうやって挟まってるだけだからちょっと弱いっちゃ弱いと思うんですよね。だからここに金属の立派な蝶つがいつけちゃおうかななんて思ってます。でこれがシート。2人乗り。あ、2人乗れるの？こんな感じ。おお。見て。
そう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 こんな感じ面白い。ね。でこの下のトランクね、あ、ここもあるんだ。ここもあります。こんな感じで、ここにバッテリーと、あと奥にもバッテリー2つ付いてるんですこれ。あ、そうなんだ。これ電動でバックができるようになってるんですね。電動。電動。そうだけどちょっと今調子悪くて、まあバックできないんですけどね。あら。じゃあちょっとエンジンかけてみますね。はい。デジタルです。はい、行きまーす。おおおお。かかった。650の。すげえ。まず右から、これがねハザードで、その下にこのスクリーンって書いてある。スクリーン。アップとダウンね。でこれがスクリーンとこの風防ね。ああ、これね。そうお上がったり下がったり、おお。ちょっと具合いいんじゃないかと思います。なるなる。でその下がスタータースイッチね。はで今度左側、左側。ブルーのこれ押すとおお。ちょっとかっこいい。いいじゃん。でこれがハイビーム、ロービームはね。でこのアップとダウンが今ドライブになってるので、アクセル回せばオートマ感覚で走ってくるんですけど、これがマニュアルに変えられると。これがねここの黄色のドライブとマニュアルの切り替えスイッチ。マニュアルスイッチにするとほら、本当だ、1ってなる。でこれがアップしていくと、これ走ってればですけどね、今変わっていかないけど、これはこのアップとダウンがこれで1、2、3、4そうってなってくるんだ。でこれがウインカーね。ウインカーでこれがホーンね。わ、車と同じだね。すごい。でこの下冬でも乗れますよっていうグリップヒーター。やば。あ、グリップヒーター。ここがあったかくなるっていうグリップが高くなるね。すごいよね。でこの下のこれ小物入れで、こっちこれがバックスイッチなんですよね。ああ、ここにあるの。そうこれをカチャって上げて、これをスイッチをこっち入れて、でこれを押すとシューってバックするんですけど、これはちょっと今調子悪くてバックしないんです。ダメなのね。だから今押してやってます。でこの下にもこれETC と書いてます。ああ、なるほどなるほど。でこれが風よけ、手のね。風よけ。だけどこれ意外とこれ具合悪いんですよ。こうやってやるとね、ここに当たっちゃうんだよね。そっか、ここにね。そうだからこれは外しちゃおうかなと思ってます。で、これ多分後付けなんだよね。このスイッチ入れるとここのサイドの本当だ。いわゆる車幅灯になるんだろうね。そうだね。なるほど。だいぶ水入っちゃってるけど。本当だね。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。はい、鈴木スカイウェーブ650、の紹介でした。ちょっとね、今ぐるっと回ってたんですよ。2人乗りで。いやー、やばいね。やばいね。やばい。ちょっとまた今度次回走行動画もお伝えしますけどね。はい。ということで、ちょっとまだバックとかね、ちょっと修理しなきゃいけない箇所がありますんで、これもおいおい直していきたいと思います。そうだね。はい、皆さんぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いしたいと思います。お願いいたし。それではガンガンチャンネルでした。またねー。またねー。おお。